こんにちは。こんにちは。どうも。いや、なんかインタビューみたいなのできれば、ちょっと、全然使うかどうかわかんないですけど。佐々木さんね、代表で。代表？いやいやいや。多分これ出るのって1ヶ月後とかその先だと思うんですけど、まあ今日なんでまあこういうところにこういう場所に来たのかっていうちょっとでもそれはねお声掛けいただいて、もともとこれ江戸川区の、障害福祉の関わりの方が中心なんですけど、うちがその音楽やってる事業所ですよっていうことで、そうなんですか。声かけてそういうのがあるんですか。はい。知らなかった。そうなんですね。佐々木さんもうちの利用者であり、江戸川区の関係者でもあるのでね。それでみんななんか出てるんですよ。なんか俺てっきりなんか自分からなんかこうね自発的に出てるのかなと思って。今回も声かけていただいてどうですかって言われて。そうですね。俺はどっちかというとクリエイティブ系の作業所に行ってるんで、どっちかというと自宅での作業が多いんですけど。なるほどなるほど。でもうちもね自宅の人も多いけどね。なんかやっぱ外に出るの得意な人と苦手な人とかも。まあそうですね。いや今日ね、面白かった。どうぞ吉田さん。いえ、すみません。ごめんなさい。はい。じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。映像ですかね。これさっきおっしゃってた YouTube に出したいって映像ですか。まあ映像ですね。一応いいですか。誰をYouTube になんかこれだけは言っておきたいみたいになったら。でも音楽はやっぱり楽しくていいですねってこと。そうですね。お名前聞いてもいいですか。黒沢と言います。黒沢さん。なんかだから佐々木さんに連絡してくれる。やっぱ江戸川区はおしゃれですね。いや、そうね。葛飾区だと本当にもうなってから。葛飾がメインはメインだよね。そうですか。なんか葛飾区だとなんかこう地味めみたいな感じになるけど。イベント系は江戸川多いよね。そうですね。アート系のイベントもそうだし、江戸川区の方がそういう動きはいっぱいありますね。葛飾区の作業所ってつまんないの多いんですよ。そうなんですか。何の仕事してるんですか。いや俺は動画編集。すごいかっこいい。いやまあでもなんていうかなやっぱり教えてもらうだけじゃなくて、まあ自分から。お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。また。気をつけて。まあ自分から取りに行った方がよりいいだろうと思って。確かにね。せっかくね東京に住んでるからね、やっぱ素材には事欠かないと思うんで。でも今日なんかねすごい面白いですよね。素材としてね。だからなんていうかな、僕の見てるチャンネルの人って、やっぱりどっか女の子が出てるとか、ハプニングを待ってると思うんですよ。そう。いやまあそれってわけじゃないんですけど、なんか面白いこと言ってもらえないかな、ギャグとか。ギャグ？無茶ぶりなんか面白そうななんか昔のお笑い芸人のネタでもいいですよ。なんか思い出して。2人でやる？2人でできれば2人で。どうもー。どうも。はい。佐々健舞さんと黒沢秀明で2人合わせて。KK です。どうも。どうもよろしくお願いします。ライブ楽しかったですね。はい。すみません。交通の邪魔になるから、この辺でとりあえず。ありがとうございます。どうもありがとうございます。貴重なの撮れました。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかあれですね。なんかどうします？なんか僕の連絡先とか教えた方がいいですかね。じゃあなんか連絡。YouTube にやっていいですか。はい。いいですけど。リミックストラに行ってんですか。行ってるっていうか僕は経営してる方なんで。黒沢さん？あれなんか会ったことあるような気がするな。もしかしたらどこだった。俺もリミックストラ行って、なんかもうすごいなんか
ね町が多いからって言って。そうでもね今もだから定員40なんですけど、50何人か登録してる人がいて、それでもやっぱりもうそれ以上受けられなくて止めちゃってるんですよね。あれ黒沢さんってそういえば代表の人じゃないかな。代表ですね。代表か。だったら俺知ってるわ。こんなところで会うとは思わなかったって。ねごめんなさいね。ちょっとね本当はねもう1個とかもう2つとか作ってもっとやりたい人全員受けてあげたいんですけど。そうですね。なかなかね。スペースは限られてますからね。でもね動画やってるのは素晴らしい。いい。まあなんかねそっちの方が面白いなと思って。じゃあすみません。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません。また何かご縁がありましたら。ご縁がありましたらよろしくお願いします。ありがとうございます。One, two, three. 潮で食え潮で食え素材の味が生きるのよ塩で食え塩で食えタレもあるけど通は塩怪しいカフェ巡りしてインスタ上げまくる女怪しい高ぶる僕を尻目に眠りこける女怪しいゆるふわを維持する努力が全然ゆるくない女すべて値段やし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 君の笑顔のため値段やし焼肉ディナーお昼は軽くうどんだけ空腹は最高のスパイス数日前から仕上げてきたのさまずはパン塩焼きながらビールで乾杯至福な時ロースにカルビ真打ち登場待ってよあいつが来てないぞダメよダメマグネットはね気をつけてくださいそんなに強く言うことでもないんだよねまあでもね、うっかりね、冷蔵庫に貼ってあったりするとね、電話しちゃう人もいるんで、メモ貼るときとかね、便利なんだね。そう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 。あとこうね、子供のプリントとかをね、こう貼っつけておいたりとか、あとゴミの回収日のね、この曜日とか変えたりとか貼っつけたりとかね、結構有効活用できる、ものであるんですけどね。でも電話してはいけません。最後の曲です。まあちょっとこれはあれだねコロナ禍に作った曲で、まあちょっとこうコロナ明けに作ったんだ、コロナ明けでこうみんななんとなくこうね生きててよかったなみたいなねそんな気持ちをちょっとしんみり歌おうかなと思っております、聴いてください。最後の曲です。何でもない日、今日はありがとうございました。
なんでもない日にあなたは生まれ今日まです謙虚にまで無事に生き延びましたなんでもない日を祝うため8万山から届けるそうですつまり僕らが美しいのは今日みたいななんでもない日なんですこの世界が正常でも異常でも今日は替え玉スペシャルデイなんですなんでもない日にあなたは生まれ今日まで無事に生き延びましたなんでもない日を祝うのは総武線がガランと空いていたからなんでもない日が美しいからOh yeah Oh yeahありがとうございました。これこそでした。ありがとうございました。よろしくどうぞ。暖かい空気が流れ、外には冷たい風が吹いていることを知っている。ありがとう。今自己紹介のようにだったんですけど、2曲1曲目は自己紹介、本当に10歳の頃の自分の話をしましたし、2曲目に歌った「永遠なんて」という曲はまだ世に出してないですけど、今年出せるかなくらいの新曲と言いつつ、12年前からライブでだけやってる曲です。やっと音源にしようかなと思ってるところで、
なんで12年もずっとライブだけでやってるのかまだ俺も分からない。なぜ世に出してこなかったのかは分からないけれど、まあ、きっと意味があるんだと思います。便利なもので、意味っていうのはなんかでも人生に意味を探したり、今何をやってるんだろう、どうしてこんなことをしてるんだろうっていう、こうどうして生まれてきたんだろうって意味を求めていくことがまあ時々あるんですけど、意味っていうのは結構都合よくできて、ですね、僕すごい好きな言葉があるんですよ。ことわざで2度あることは3度あると3度目の正直、この2つの言葉を並べてみるとね、とても意味ってものが都合よくできていることが分かってですね、2度あることは3度あるっていうことは、つまり1回目あって2回目もあったら、2回もあったんだから3回目もあるでしょっていう、3回目もあるよっていう、つまり2回やったことは3回目もあり得る、続くかもしれないっていう話で、3度目の正直って言葉は1回目こうだったけど2回目もこうだったね、でも3回目は違うかもよっていう、3回目でやっと違うことが起こるかもよっていうのが3度目の正直っていう、これどっちもことわざとしてある言葉なんですけど、これすごいいいですよね。だって真逆のこと言ってますからね。2度あることは3度ある、3度目は違うかもよも3度目の正直だから、今どんな言葉を自分は信じたいのかとか、今自分はどんな状況にいるのかっていう、その意味付けっていうのは、まあ、自分の都合でしていいんだと、自分が選びたいように選べばいいんだと。だから俺は不幸の人生だと思っていた10代の時、まあ不幸だったと思いますよ、今思っても辛かったなと思いますけど、でも今となってはその不幸の人生があったから、今俺は結構それなりに音楽をやったり、これ仲間がいたり、歌を初めましてする新しい出会いもあって、こうやって日々楽しく生きられてると思います、それなりに。これはやっぱ不幸があったからだと思うんですよね。とってもその意味付けってのは後からできるわけです。不幸はこの幸せのためだなんてことを思ってしまえれば、本当に思っているから思ってしまえば、不幸も意味があったことになって、しかもいい意味になっちゃうというね、不幸なのに不思議なものです。僕は音楽をやっている時に、昔の曲を歌ったり、あるいは昔のことを思い出しながら新曲を書いたりするんですけど、今から歌う何曲か続けてお聴きいただこうと思うんですけど、全て10代の頃のその今不幸の時代といった、不幸だったなって、あの時不幸を感じながら辛い辛いと思って生きてた頃のことを歌ってるんですけど、それを今歌うことにそうやって新しい意味をもたらしてくれると信じて、今も辛い時のことを歌ってます。なのでちょっと辛い話を、辛い歌詞だったり暗い音楽をやるんですけど、どうか今の僕が歌って今のみんながいるっていう、この未来に生きているからこそ歌える歌だと思ってお付き合いください。続けてどうぞ。暗い道、ここにはオレンジの街灯が一つだけあって、その道を通るといつもなんだか知らないパワーが俺の元にどつり込む気がして怖がる。その頃は幽霊がどうとか、あるいはそれが何らかの神秘的な力が働いてるのかとか、そんなことを考える暇もないくらい、なんとなく、ただなんとなくその道は怖くて通れなかった。家に帰る途中、いつものオレンジの街灯が切れてるのを見た。その日限りだった。後にも先にもあのオレンジの街灯がなかったの。あの一日だけその道を通ることが僕はできた。どうしてなのか。オレンジの街灯が怖かったのか、オレンジ色が怖かっただけなんじゃないのか。おかしい。その道以外、あっちの大通り商店街ではいつもオレンジの光に照らされているけど全く怖くは感じない。なぜかその道、その街灯の下、その道だけが自分にとっては何かがあると感じていた。子供の頃からずっとそうで、大人になってから久々に帰った時、オレンジの街灯はもうとっくになくなっていて、綺麗な白熱光だった。どうすればいいんだろう。あの道はもうない。おかしいな。同じコンクリートの上に
同じようにそこの場所はあるのに、光が違うだけでこうも違うのかとその時はなんだ。しかしそれから何年か経ち、もう一度その道を通った時、同じ怖さを感じた瞬間があった。しかし僕はその道を歩き進めた。通ることができた。通ることができた。とても心に残る体験だった。死してなおそこに生きることができると教えてくれた人たちが多くいます。そして生きるとは何ぞやと、どうしてそれは生きると言えるのか、生きているのと言えるのか、生きていたと言えるのか、命とは何ぞやと考える時間を多くいただいて生きてこられました。そして僕はいつかオレンジの街灯がなくなってしまった道を通るとき、あるいはもうあの一帯が道として機能しなくなってしまったその先があるのだとして、まっさらな平地になって草が生い茂り、人の文明がなくなってしまったその先の先の先にその座標を歩くことがあったとしたら、その時に僕は君に初めて出会うことができるのかもしれないと思います。今ここに生きていることを悔やまるように、素直にこの出会いを、命を喜びと感じることができるように祈りを込めて歌います。伝説。sound a bit heavy. Yeah, yeah, yeah.
でもいつも勇気に